多彩な暮らしと笑顔があふれる街神戸。人々は何に惹かれ、どんな未来を描くのか。笑顔を照らすと暮らしが見える。神戸ライフでは神戸を舞台に生き生きと活躍する神戸人に密着。今回の神戸人はボールペン画家山田隆弘さん。写真のように緻密に描くのは猫。毛の一本一本まで丁寧に動物の温かみ、生き生きとした様を白黒の世界で表現しています。猫も好きだし描くのも好きなんでめっちゃ楽しいって。そう、猫の絵で独自の世界を築き上げ、活動の場を広げる山田さんの日常を追いました。ここはボールペン画家山田さんの自宅兼アトリエ。写真を見ながら極細のボールペンを使い、細かく丁寧に描いていきます。10月ぐらいに毎年僕カレンダー作るんですけど、でそれ買っていただいた方が「じゃあうちの子も」みたいな感じで、黒猫と白猫のペアなんですけど、ちょっと時期的にそろそろ仕上げていかないとっていう、はい、一応納期は毎回1年いただいて、なるべく9ヶ月以内ぐらいで完成してお渡しっていう感じです。なので結構待っていただいてるお客さんです。ボールペン画家として注目を集める山田さん。もともとのスタイルは最初は鉛筆画家を目指してました。ボールペンに変わったきっかけっていうのは何かあったりするんですか？そうですね、なんか予定ではちょっとレオナルド・ダ・ヴィンチばりの鉛筆画の技術になる予定だったんですけど、中学ぐらいで、なんかどうもそのレベルに達さなかったのと、その後も25ぐらいまで独学で鉛筆画やってたんですけど、なんか思ったほどうまくならずで、ちょっとボールペンを使ってみたら、ボールペンって白黒がパキッと分かれるんで、そっちの方がしっくりきたので、元鉛筆画家ですが途中からボールペンが好きになってボールペンに移ったという感じです。たまたまやってみたらうまくいって、後付けでよくよく考えたらやってる人がそんなにいなかったんで、ちょうどよかったっていう。鉛筆で入念に下書きを行ってからボールペンで仕上げていきます。黒が濃い部分からペンを進め、薄い部分へ。そして最後の工程は目に命を吹き込みます。6時間ほどかけて完成させました。この日はグループ展の準備のため大阪のギャラリーへ。オファーをきっかけに展覧会にも積極的に参加。活動の場を広げてきました。 AI を使った初の作品。 AI 使ったの？へえ、すごい。これが1匹だけ僕の猫なんですよ。みーちゃんで、あとは全部 AI で自動生成。これと似てるちょっと違うやつ。全然違う。でもやっぱり一番これが可愛いけど、なんかみんな不気味やね。そうっていうネタの作品です。なるほど。はい。かしそこがこまりました。ポイントです。画像から画像を作るっていうやつで、
いやーなんか面白いなっていう。100種類あるんですけど、一匹一匹見るとみんなそれぞれ一応個性があるんですよね。 AI すごいなという、ちょっと取り入れて楽しくやってみようっていう。握力普通の女の子より弱いぐらいですよ。そうで、あ、こっちの方が落ち着くか。ですかね。うん。あ、確かに。確かに。ちっちゃいのめっちゃ並んでるし。ね。これも僕はちょっと展示の頻度が割と多めの作家なんで、年間30件から多いとして40件ぐらいの展示があって、まあ月に2、3件は何かやってるっていうような。一番最初に、拝見した時にやっぱりすごい一本一本のね、誰もやりたくないと思うんですよね。一本一本毛を描く作業なんてまあすごく丁寧にね描いてて、それでとても愛らしい表現だなって思ったんですね。そこが好きで、ありがとうございます。はい、山田さんの作品のいいところだなと思ってます。温かみがあるっていうかね、またやっぱり彼が動物がとても好きなんだなっていうのが伝わってきますし、やっぱお客様たちも同じようなことをおっしゃる方多いので、だから自分のペットをねオーダーで山田さんに描いてほしいですっていう方すごく多く、うちで飼ってた猫とすごく似た猫を描いてらっしゃったんですね。でそれをとても欲しくってで購入させていただいたのが初めましての出会いでした。最初お客様、もともとこれも他の方のオーダーだね。でうちの子がこんな顔してたんですよ。ですごく似て、うちの子はウニという名前だったんですけど、なんで私の中ではこの絵はウニちゃんなんですよね。この抜けとかね、何とも言えない目の表現とかがね、山田さんにしかできないかなって思いますね。細密とイラストの中間ぐらいのところ。そうね、そうね。山田さんの絵は街中のさまざまな場所に飾られています。訪れたのは中央区三宮にあるカフェ。生命力を感じるっていうことと、あと繊細さっていうところすごく感銘を受けて、こちらをご購入させていただきたいっていうお話をしてっていうところからなんですけども、もともとケーキ屋をやってる中でアートとそういうカフェを時間全てをちょっと贅沢な空気として提供したいっていうのがもともとありましたので、その中でエネルギーもらえるような作品に出会えたっていうところで。山田さんは系列のギャラリーカフェで2016年から4回個展を開催。今ではカフェの名物になっているのです。猫の前の席がいいですか？猫っていう言い方してあれですけども、お客様もここをご指定されたりですとか、山田さんのこの猫に会いに来られるお客様がいらっしゃったりですとか、そういう意味でもお客様とアートと、山田様とつながりが持ててるっていうのはうちとしては嬉しいなと思って展示させていただいてます。めっちゃありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。フェルメール猫ミニをどっか置いていただけたりして嬉しいな。プレゼント。ありがとうございます。なんか色的にも合うかな。そうですね。めちゃくちゃ嬉しいです。よかった、嬉しい。どこがいいとかありますか？なんか。やっぱりそうなんですよ。ちょっと向こう側に広いところを、ここにはドーンと猫ちゃん入れて、あっち側に飾らせていただけたらと思います。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。よかった。山田さんの作品はすべてオンリーワン。それぞれにモデルが存在しています。なんと先生久しぶりで、いやーすごい忙しそうですね。忙しいですね。ねなかなか来れないですよ。いや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 。訪れたのは明石にある猫と出会えるカフェ。お店の看板猫を描いたことをきっかけに5点を描き上げました。
山田さんの絵が特別な思い出になっているのだといいます。10年ぐらいになりますかね。そうですね。前にね、はい描いてもらったのがね、このマリーちゃんをね。ね、初期の作品なんで、ありがたいです。で、次描いてもらったのが右上のチャチャくんですね。で、真ん中の父ちゃん。で、晩年もうマリーが亡くなる前の年ぐらいかな、その年ぐらいに描いてもらったのが真ん中の下のマリーですね。マリーちゃん2枚描いてもらってます。で、もう最後に描いてもらったのが右下の C ですね。C 君です。これももう C が亡くなるちょっと前ですよね。でしたね。ね、もう本当タイミングよく先生が描いてくれて、でも写真と絵って全然違うんで、もうそういうことを考えた山田先生に描いてもらったのすごい良かったと思ってます。本当写真ってもう本当にもうそのままリアルに残るんですけど、絵はやっぱり違うかな。なんか、先生の思いが入ってるし、やっぱり絵はいいです。写真よりも絵の方がいいと思います、私は。いいんですか？いや、嬉しい。こちらはプレゼントです。わあ、ありがとう。わあ、ありがとうございます。わあ、嬉しい。プリントのシリーズ。なるほど。わあ、嬉しい。ありがとうございます。まだ書いてもらってない子がいるので、まあその子らはおいおい書いてもらいたいなと思ってます。まあこっちの売り上げ次第。いやいや。やっぱり残しときたいです。先生にやっぱり一枚は書いてもらいたいです。うち全員、今おる子全員ね。ここはどういうつながりのところここは御影公会堂なんですけど、御影公会堂食堂っていうのがあって、よかったら食堂に、置いたるよみたいなことを言ってくださって、結構キャリアの序盤だったんで、もう置いていただけるだけめっちゃ嬉しいっていうので、あとまあなんか人気のスポットなので、まあたくさんの人に見てもらえるのはありがたいなっていうので。こんにちは。お久しぶりですね。お元気ですか？はい、元気してます。お元気そうで。いやいや、普通に頑張っております。はい、仕事が終わって3階になんかいろんな人が集まってイベントされてるんで見に行ったらね、若いアーティストの方が集まってて、その中でハートこの私絵2個目が猫好きなんですよ。ね、猫好きでね、よかったらハガキ置きましょうかとかチラシ置きましょうかとかってお話をさせていただいたんですけれども、持っていきますとかみんな言ってたんですよ。みんな調子良かったんで、僕だけだった。そう本当に実際に電話してきて持って聞いてくれたのは山田さんだけで、これはでもねなんか国帽をかぶしてくれてわざわざうちのために書いて持ってきてくれたのね。ですね。うちの父がいつも国帽をかぶって仕事をしてたので、なんかそれをイメージして書いて飾ってください言ってわざわざね来てくれたよね。そうだね。絵に品があるでしょ。ありがとうございます。上品な感じがしたので、だから置かしてもらってもいいかなって思って、はい。もう8年も置いていただいてますからね。長いからね。ありがとうございます。そうです。この絵誰が描かれてるのとか、いや可愛いねとか、あとこれ山田さんじゃないのとかっておっしゃるお客様がいらっしゃるのよ。ありがたいですね。大きなことはできませんけど、置かせていただくぐらいのことはね、できたらなと思ってます。ありがとうございます。はい。生まれた場所っていうのと、あとは、最初になんか発見してもらって個展をさせてもらったとこでもあり、いろんな始まりが神戸にあるんで、そういう意味で好きなのと、なんか若干の異国情緒もあったりして、外国人の方多かったりとか、なんか自然と外国人が生活に、特に北野の界隈とかですけど、なんか自然に昔から外国人がいるみたいな、なんとなくその辺は愛着あるかなと思いますね。今日歩いた舞子垂水館というかの海沿い、単純に景色がいいのと、散歩してて気持ちがいいっていう、時々長い散歩がしたい時があって、そういう時は舞子から垂水方面に向かって歩くんですけど、ここは絶対通る。海水浴とか全くしないし、ほとんど泳げないんですけど、見るのは好き。
自宅も景色がいいんで、明石海峡大橋道から見えるんで、景色はいいですね。屋上に上がってみたり、部屋から見たりいろいろですね。山田さんは大阪で翻訳の仕事をしています。休日など限られた時間の中で作品を手掛ける毎日。食事はアトリエ近くにある実家で撮ることも多いといいます。猫を描くきっかけを運んできたのは母文子さんです。団地の溝になんか黒いネズミの死体かなと思うものがあって、で怖いもの見たさでこうやって覗き込んだらそれがみーちゃんやって、まだもう目も開いてなくて生まれて1週間ぐらいの子猫だったんですけど、持ってたら多分そのまま死ぬかカラスに連れ去られるかやなと思ったんで、本当は団地は買ったらダメなんですけど、今回だけいうことで家の中から出さないということで飼い始めたんです。私はずっとせっかく猫がおるんやから飼いたらって言ってたんだけど、この子はなかなかその気にならなかったんだけど、みーちゃんが7歳ぐらいの時に初めてそうやな言って飼いたら、それがもうすごく喜ばれて。飼い猫を描き始めると周りから大きな反応が。知人の勧めもあり、2013年には神戸北野で初の個展を開くことにしました。展示をきっかけに次々と声がかかるようになっていきます。アメリカに引っ越してからしばらくして描き始めたような記憶があるんですね。なんか近所に同じように絵を描く少年がいて、で一応なんか俺らが一番うまいよなみたいなことをなんか言いながら、で描いた絵はいろいろ褒められたりしつつ、アメリカ人の少年なんですけど、でその子とたくさん絵を描いていたっていう、アメリカ人の人たちってなんかできないことをなんか言うよりできることをすごい褒めてくださるんですよね。でなんか周りの大人がすごい絵が上手だねとか言って褒めてくれたらすごく喜んで、ますます絵を喜んで描いてました。母の日とか誕生日とかによくカードとか描いてくれて、すごい心が和んで今も大事に置いてるんですけど。山田さんの絵の多くは色がほとんど使われていません。ある理由からです。なんかとある授業で3色のマシュマロをより分けるっていう作業があったんですよ。で僕にはどう見ても2色にしか見えなくて、2色に分けたら先生にめっちゃ怒られるっていうこれとこれ色違うやろって言われて、いや一緒だとか言って、白とピンクは両方グレーっぽく見えてたり、そうですね、白だと思ってピンクのものを選んでることが結構よくあるのと、青と紫は怪しいとか、なんかピンクの服着てるからピンク着てるねってこれピンクなんか白やもとったとか色を見分けつかないっていうことが分かって、でなんか白黒だけで描くのってロマンがあるなと子供ながらに思って、なんか自分の性格上逆になんか無理やり制限を作って白黒の中で自由にやるっていうのがなんとなくしっくりきたんで、そっちでやったっていう感じです。この日、山田さんは作品作りに追われていました。東京の老舗百貨店で個展を控えているのです。開催までおよそ3週間、30点ほど出展を目指し、ラストスパートをかけます。そうですね、東京でもやってるっていうのはそれなりに重要かなと思います。個展は2回ですかね。今回3回目ですね。1年ぶりです。去年の3月にやってて、百貨店でやるのは初めてですね。
まあちょっと田舎もんなんで新宿伊勢丹だ嬉しいっていうそんな感じですね。まあ今回だと大きい作品特大のが2点とちょっと大きめのが、3点、あとはちっちゃいサイズがたくさんっていう感じです。真ん中ぐらいの大きさのものっていうのがあんまりないので、そこはちょっと反省点なんですけど、まあ買いやすい小ぶりな作品がちょっと多めで、この大きさが描ける作家ですよっていうのを分かりやすく示すっていうのもある。実家で畳の上に寝転んでこう腕を伸ばしてる、まあリラックスした猫の絵なんですけど、あとこれ明らかに猫が楽しそうな感じっていう僕の描いてる作品の中で特別目力の強い作品で、なんか仕上がった時に目力の強さがひときわ強かったので、似たような感じなんですけど全然違う作品で、これは元の写真がめちゃくちゃ可愛くて、明らかに写真がめちゃくちゃ可愛かったんです。で一応これが今回の新宿伊勢丹の個展のメインの作品で、案内はがきもこの作品になってます。どっちも母か妹が抱っこしてるところなんです。ですごいいい顔してくれてたんで、よしこれは描こうっていう、はい、新しい作品もどんどん描きますし、まあ過去の良かったやつを再構成してちょっと雰囲気を変えてもう一回描くっていうのもよくやってます。まあ、個人的には10点ぐらいいったら嬉しいかなと。まあ、百貨店としてはもっと売れてほしいと思いますけど。東京の百貨店では初めてとなる個展。期待と不安を胸に東京での挑戦です。東京新宿、伊勢丹新宿店の6階ギャラリーに山田さんの作品が32点ずらりと並びました。そして神戸から山田さんも東京入り。展示されてるこの雰囲気っていうのはどんな感じですか？そうですね、なんか事前に画像もいただいてて、でまあ今日実物見たんですけど、いやめちゃくちゃ素敵な可愛いレイアウトでめちゃくちゃ嬉しいです。いやありがたい。吸い込まれますよね。木の色そのまんま木目、はい、そうそう木のパネルに直接書いてます。これとこれは昔の家庭教師先の会議。猫大好きなので、本当になんかリアルと可愛らしい気分いってます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ペン一本で描いたっていう風に見えないぐらいのこの繊細な細かいところっていうのがすごいなっていう風に。なんかこの見上げている表情と、あと目がすごい可愛いキラキラしてて可愛い感じがします。ちょっと嬉しい。じゃん。この目見られたら無理でしょ。これ避けられないでしょ。彼だから描けるんじゃないかと思います。ありがとうございます。いやめっちゃ嬉しいです。きっとそうだと思う。出展した32点のうち売れ残ったのは3点のみ。いやまあ100点というか、いや本当にありがとうございますっていう感じですね。はい、まあいい感じで盛況かガラガラかどっちだろうなと思いながら、まあ良い方だったのですごく嬉しいですね。はい。そうですね。なんかいや東京でも受け入れられたのがなんかすごく嬉しいですね。はい。大舞台東京での成功は今後の山田さんにとって大きな意味を持つ個展となりました。割となんか奇跡的というか、なんかいろんなご縁をいただいてここまで来てて、なんかあまりこれがしたいっていうなんかこう明確な目標とかを立てて動いてきたわけではなくて、
なんか都度良い機会をいただいて、なんか真剣にアートをやってる人で多いのはやっぱり生きてる間成功しなくても死んでから有名になればいいとか、なんか歴史に名を残したい系の人が多いのかなと思ってますけど、僕はどちらかというと生きてる間に、お客さんの反応も楽しみつつ、なるべく生きてる間にそれなりの成功を収めたいというか、いろんな人に喜んでもらいたいなっていう感じですね。